はようございます。なごみけです。今回のテーマは2024年のベストバイ。昨年迎え入れたものたちから自分の生活を変えてくれたもの、思い出が強く残っているもの、ぜひ皆さんに紹介したいもの、様々な尺度で厳選した30個のアイテムをご紹介します。紹介したものは概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。また皆さんの気になったものやベストバイもぜひぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは本編。今回はカテゴリーに分けていろいろとご紹介していきます。まずはガジェットの中でも充電編です。一つ目はこちら、アンカーパワーポートアトム 345W スリムという長いんですが、こちら、名前の通りで 45W 給電が可能な薄型の充電器になります。外出するときはパソコンとか、いろんなデバイスを持ち歩くのでこういうの持ってるんですが、基本充電器とかモバイルバッテリーって大は小を兼ねるではないんですね。必要最低限こそベスト。で、僕の場合はパソコンでも 45W 給電で十分なので、これに対応していてできるだけコンパクトなものを選びました。これまで使っていたのがこの 65W のアンカーナノという製品です。で、これも小さいのはいいんですけど、めちゃくちゃ真四角というかキューブ状なんですよね。これ意外と持ち運びでかさばるんです。で、あと 65W も必要ないということで、この 45W スリムを重宝しています。正直外出とか持ち歩き用であればこの USB-C ポート一つで十分です。なかなかもう最近複数のデバイスを同時に充電したい機会なんてないんですよね。プラグも畳めるのでコンパクト。ちょうどフリスクのケースくらいの重さ大きさになるので本当にかさばりません。普通の出かけでも重宝するんですが、何よりもオフィスワーカーの皆さんに勧めたいですね。純正の大きい充電器持ち歩いてる人結構いますけど、セキュリティ上の制限とかがないのであれば、絶対こっちを、いくら自分が支払わなきゃいけないとしても買った方がいいと思います。2800円の価値は十分あります。そして2つ目はモバイルバッテリー。アンカーナノパワーバンク 22.5W USB-C ビルトイン長い。これも長い名前なんですが、今モバイルバッテリーのおすすめを聞かれたらこれ一択かなと思っています。そもそもモバイルバッテリーなんて持ち歩かないに越したことはありません。これ単体じゃ何もできないんですよね。あくまでサポート陣営なので、そのメインのスマホとかパソコンとか、そういったものがちゃんとバッテリー持つようなものを買うっていうのが先です。ただ、イレギュラーで外でめっちゃスマホ使うみたいな時もありますよね。そのための保険として持ち歩くのはありだと思っています。そういう時のための最低限最小のバッテリーがこれです。特徴は何よりそのコンパクトさなんですが、この USB-C ケーブルが不要な点が一番の魅力だと思います。端子がくっついているので直差しで給電ができて、ケーブルという持ち物が一つ減らせるんですね。もちろん最近はワイヤレスのモバイルバッテリーもあるんですが、これだとスマホしか充電できないし、給電速度も直差しに比べると速くないんですよね。そういった意味でもやっぱり持ち歩く上ではこれがベストです。最近のデバイスは本当に優秀なので全部 USB-C ですね。イヤホンでもマウスでもタブレットでも、これ一つで充電ができてしまいます。MacBook Air であっても、本当にピンチの時は 2、30% ぐらい延命できるんですよね。十分です。給電速度も 22.5W、大体のデバイスでは申し分ないスピードかなと思います。旅行の時とかになるともう少し大きいものを持って行ってもいいかもとは思いますが、日常的にはこれをさっと忍ばせておくだけで十分です。そして充電デバイス最後はこちら。ベルキンブーストチャージプロ 2-in-1 ワイヤレスチャージングドック with MagSafe 長い。これ端的に言うと自宅でiPhone とか Apple Watch を充電するときに使うワイヤレス充電器になります。さっき言った通り持ち歩く分には一つで全てを賄える直差しがおすすめなんですが、逆に家で充電する分にはもうさっと置くだけでできるワイヤレスが楽です。去年僕 iPhone や Apple Watch を買ったので、両方同時に充電できてかつ見た目のいいものということで、ちょっと値は張るんですが購入してしまいました。もう使い方としては至ってシンプルで、もう家に帰ってきたらデスクに置いてあるこの充電器にスマホをパッと乗せて Apple Watch も裏に置くと、もうこれだけで大丈夫。iPhone を横にして充電するとこのスタンバイ機能というのが使えて、寝ている間充電しつつも時計を表示してくれます。これ結構見やすいので家にいる間は重宝しています。で、僕が特にありがたいなと思っているのが Apple Watch の急速充電への対応です。もう本当に肌身離さずつけるデバイスなのでかなりありがたいです。で、過去に僕持ってたこの三つ枝の充電スタンド、これもね、かっこいいなと思いつつ、これだと Apple Watch の急速充電には対応してないんですよ。スピード感重視なら今回のこちらの方がいいと思います。で、充電器そのものもシリコンみたいなスベスベの触り心地で、部屋に馴染む感じがありますね。色味もベージュというかピンクっぽいような感じも、ガジェット感が薄くていいですね。メカメカしくならないので僕の好みです。で、強いて言うならなんですが、Apple Watch の充電、この裏側にあるのはちょっ
と面倒ですね。裏にわざわざ手を回さなきゃいけないので、とはいえ表に出しても見た目が不格好なので、これはどっちもどっちかなとも思っております。総じて僕は満足ですね。以上がガジェット充電編でした。充電デバイス以外もこの後紹介していきます。続いてファッション編です。今回は2つのアイテムをご紹介します。1つ目はこちら、パブリック東京のエバークリースデニムイージーパンツです。きれいめに使えるデニムのワイドパンツで、履いてる感覚は結構スラックスに近いくらいの印象ですね。で、このパンツ、かれこれ2、3年前からもう毎期発売されてるような人気のパンツで、僕もその時から気になってはいたんですが、今年購入してしまいました。で、デニムなんですが、目が粗くないので、そこまでカジュアル感がないんですよね。むしろ真ん中にはスラックスによくあるような折り目、センタークリースが入っていて、本当に遠目で前から見るとグレーのスラックスみたいな感じ。結構きれいめな印象になっています。で、この折り目によって前から見た時のシルエットが若干下に向かって太くなっていくようなある種のフレア感も生まれているんですが、伝わりますかね。フレアパンツ僕体型的には全然似合わないんですけど、このくらいならやりすぎてなくていけるし、横から見たらワイドっていう感じなので、このシルエットが僕としては結構新鮮で良かったです。なので、デニムとはいえ結構あらゆる癖を内包している個性的なパンツではあります。とはいえ使いやすい万能選手でもあるので、本当にね、めっちゃ履いてます。で、ちなみに生地もデニムとはいえ厚すぎません。夏も冬も履いてました。モードな雰囲気が苦手じゃなければ結構おすすめのパンツです。そして2つ目はメゾンスペシャルディフェレントマテリアルドッキングプライムオーバーハーフジッププルオーバー。違う素材を組み合わせたプルオーバーのトップスになっています。パッと見るとですね、この真ん中の胴部分はニット素材です。でしかも割とローゲージなんですよね。太めのふっくらした生地感なので、温かみのあるカジュアルな雰囲気になるはずなんですが、袖を見るとこのナイロン素材、そして裾とか首元にはジップがあるというね、めっちゃストリートな雰囲気がバーンとドッキングされてます。アウターっぽい見た目なんだけど、ハーフジップでプルオーバーなんですよね。なのでほっこりもせず、逆に尖りすぎてもない、印象が偏らない絶妙な塩梅になってる感じが僕は結構好みです。基本僕はジップは半開けぐらいで使ってます。肩幅身幅もかなり広めに取られています。これがメゾンスペシャルのプライムオーバーというシルエットなんですが、このシルエット好きですね。アームの太さももうど太いので結構気に入っています。色としてはブラック一色なんですが、使いやすいし、主張はするけど派手になりすぎないのがかなりいいところかなと思ってます。続いてはシューズです。同じくファッションカテゴリーなんですが、今年はなんと3つも靴を買ってしまいました。1つ目はこちらの OAO のモノリスというサンダルになります。OAO といえば、この極厚のソールですよね。歩き心地もいいですし、歩いてての視界も全然違う気がするんですよね。ガッと目線が上がって、服の見た目、シルエット全体としても結構変わるような感じがあります。そんな極厚のソールなんですが、アッパーはレザーになっているので、履きやすさとドレスな印象を両立しています。で、あともう一つ重要なのが、僕がサンダルに求めるこのかかとの部分のベルトですね。僕走れる靴っていうのが好きっぽくて、ここがないとベロンベロンしてちょっと歩きづらいなというのがあるんですが、今回のこの OAO のモノリスはしっかり、ついているので、早歩きとかも十分しやすい、夏はかなり履いていたサンダルになります。そして2つ目、今年一番履いたのはこれかな。グラフペーパーとミズノのコラボのウェーブプロフェシー8墨というモデルです。3年くらい前のグラフペーパーとミズノのコラボをずっと履き倒していました。3年くらい使ってるともうソールも剥がれてきたし、これの引退に合わせて新しいものを新調したという形になります。で、その墨という名前、本当にこの日本の墨がテーマになっています。レザーがあしらわれつつ、ブラックの光沢感だったりとか、あとは書道の半紙っぽい、若干ベージュっぽい、オフホワイトっぽいホワイト。そしてワンポイントに使われている赤ですね。ここら辺がかなり書道というかね、日本らしさを感じさせます。もう履き心地は言わずもがなです。3年かけて僕はこの靴にぴったりの足になってきているので、もう一切のストレスを感じないですね。
モデルになってるスニーカーはもともとランニング用ということもあって、別に僕に限らずいろんな人におすすめできる歩きやすさ、クッション性だと思います。また壊れるまで履き潰そうと思います。そして最後3つ目のシューズはこちら、アシックスとハルスタジオのコラボ、ゲルカヤのボーンです。生まれた時からアシックスしか履いていませんでした。高校生の時に初めてナイキのスニーカーを買った時には自然と涙が出たとかなんとか。オーストラリアのデザインスタジオとアシックスのコラボモデルになっています。ゲルカヤノというモデル、これランニングシューズなんですね。こちらがベースになっているので、履きやすさ、歩きやすさ、そしてもうなんなら走りやすさまではもう当然のように保証されています。で、ゲルカヤノとの大きな違いはこのベルクロ仕様ですね。シューレースがないので、見慣れた人ほどおっと思うような雰囲気に仕上がっています。あと見た目で言うとホワイトをベースにブラックのラインが乗っているというようなスニーカーで、ブラックのラインが引き締めてくれるし、白とはいえちょっとオフホワイト味が元からあるんですよね。なので程よく馴染んでくれます。限定モデルなのでもう買えないかもしれないんですが、ぜひチェックしていただけると嬉しいようなシューズになっています。続いては書籍編です。今回は2冊をご紹介します。1つ目は写真解体新書です。写真を使って自己表現をするための方法というかね、技術書ではない写真の本なんですよね。本自体はこのバード&インセクツの方が書かれている本になっていて、写真の細かなテクニックとかについてはもうほぼ触れられていません。むしろカメラ、写真という媒体で表現を行う上で自分らしさを追求するための自己分析を行う本とも言えます。もうね、最初のワークが自分の好きな写真を100枚集めようから始めるんですよ。なんだか気負わずに写真に触れられるようになったと思っています。そして2冊目が雑誌ロケットです。こちらのロケット、個人で制作されている旅行雑誌の、今回第6巻になります。もともとトバログの鳥羽さん経由で知っていたんですが、ちょうど近所の本屋に置かれていたことで買ってみました。旅行雑誌なんですが、独立系旅雑誌と銘打たれているだけあって、編集者の内田さんが自ら足を運んだ場所の写真が全てフィルムカメラで抑えられているんですね。特集今号はなんとスキーなんです。スキーみたいなイメージが全然ない国々を巡って、しかもスポーツではなくてカルチャー、ライフスタイルとしてのスキーを入り口にその地域について触れていくというような、特集になっています。何よりも雑誌を通して旅を疑似体験できたし、自分も旅をしたくなったっていうのが一番良かったポイントですね。今年はね、物よりもこういった旅行にいろいろとお金をかけていきたいなと改めて感じました。続いては美容ケア編です。一つ目はこちらのオーガニットトラモントリフレッシングハンドソープという見た目パッケージから惹かれるハンドソープになっています。昨年の冬くらい尾道に旅行に行った際にログという施設に宿泊しました。その際にお風呂に置いてあったこのハンドソープがあまりにもいいパッケージだったのと、独特の癖になる香りでものすごく気に入って、その旅行している現地で購入してしまいました。一目惚れしたのはやっぱりこのパッケージですよね。シンプルに僕が今まで知らなかったというのはあるんですが、イソップとかいろいろ定番化している中で既視感がなく安っぽさがない感じがとても気に入りました。とはいえパッケージだけではなくて中の香りも独特なスパイス感のある匂いが病みつきになるんですよね。好き嫌いはあるかもしれないんですが、旅の記憶を思い出せることも含めてかなり気に入っている香りです。イソップのハンドソープ買って中身なくなったらボトルはそのままに市販の適当なやつ入れてるっていうそこのあなた、値段はまあまあするんですが気に入ったものを使いましょうという僕からのメッセージになります。2つ目は1000のウォーターオイルバランサーです。これ1本で洗顔後のケアが全て完結するという、見た目にも美しいオールインワン美容液になっています。で、このブランドのお香もご紹介したんですが、その後試したこの美容液の方もかなり気に入ったので、今回ベストバイにランクインさせました。スキンケアって個人的にあまり手間を増やしたくないんですよ。オールインワンに変えたことで化粧水や乳液を別々に塗ることがなくなりました。まず見た目が美しいですよね。置いておいて雰囲気が出るこの感じ。水と油なので使う時には振って混ぜて使います。肌につけていくとオイルのもっちり感、しっとり感というか、構造としてもオイルが肌に馴染んでいくところに水分がくっついていって潤いが浸透していくというような仕組みなんですね。99% 以上が天然素材というのも、気持ちには嬉しいポイントです。これに加えて結構気に入ったのは香りです。黒文字、柚子、白檀あたりがメインらしいんですが、僕の印象としては森の中のような独特なんだけど落ち着くような香り、こういった雰囲気に癒されました。
続いては日常の持ち物、生活雑貨をね、ざっくばらんにご紹介していきたいと思います。一つ目はこちら、WPC のイザラージ&コンパクトという折りたたみ傘になっています。この夏、さすがに暑すぎて日傘買おうという風になったんですが、4年間ほど使っていたこのアンヌレラという同じブランドから出ている折りたたみ傘、この撥水性能が特に気に入っていたので、これを引き継ぐ性能を持っている、晴雨兼用の折りたたみ傘が欲しいなということで、結果的にこちらを購入したという形です。そもそもメンズ用の日傘ってモデルが少ないんですね。かつ、晴雨兼用となるとかなり選択肢が限られます。このイザは遮光率、UV カット率が 100% なことに加えて、遮熱性能も十分です。炎天下で歩かなきゃとか待たなきゃいけない時にかなり便利ですね。一方で夏以外にももちろん使えて、何より嬉しいのはアンヌレラと同じ撥水性能ですね。雨に打たれた後に傘を閉じるっていう時、結構よくあるのが折りたたみ傘についた水滴がもうカバンの中身にまで浸透しちゃったというパターンだと思うんですが、この生地は思いっきり10振りぐらいすれば大粒の水滴は基本落ちてるんですよね。ちょっと湿ってるかなくらいなので、カバーさえつければ問題なくバッグにぶち込んでしまいます。晴れ雨それぞれに欲しい性能をちゃんと有した優秀な傘ですね。僕も夏に限らず常にバッグの中に入れています。続いてはこちら、バウアース&ウィルキンス PX7S2E というヘッドホンになります。僕、イヤホンが意外と苦手なんですね。耳のこの穴の中の蒸れる感じも苦手だし、2時間くらいずっとつけていると、それぞれの耳が重さとかで結構痛くなっちゃうんですよ。会社員になってからただでさえオンラインミーティングとかで2時間ずっとイヤホンつけっぱなしとかもあるのに、僕は割とそれ以外の時間にも音楽聴いておきたいので、もう地獄。本当にね、ヘッドホン欲しくなってました。今まで割と BOSE とかの低音バリバリの音を気に入っていたんですが、この B&W のリッチ感、病みつきになりますね。何かこう音の密度が高いような感覚があります。これをヘッドホンスタイルでしっかり耳を塞いで聞かせてくれるから、もう離れられなくなったなという感じです。ノイズキャンセリングの性能とかは、同じような価格帯の最強クラスのものと比べるとそこまでではないんですが、とはいえ十分なレベルで地下鉄とかもこれをつけて乗っています。1日の間のかなりの時間つけてますね。それでも疲れません。個人的に嬉しいのは有線接続しても電源オン、つまりノイズキャンセリングオンで使えるというところです。普通電源をオンにするともうワイヤレスでの接続しか使えないヘッドホンが多いらしいんですね。僕は動画編集もするので、その際に有線接続をしつつもノイズキャンセリングで集中して編集作業に当たれるというのは素晴らしいポイントだなと思います。で、このヘッドホンはマルチポイント機能、つまり、ワイヤレスで2台同時に接続できる状態になっていて、それと有線接続を組み合わせると実質3台のマルチペアリングが可能とも言えます。有線で動画編集をしながら無線でスマホからの電話に出たりもできるんですね。なかなか高性能なんじゃないでしょうか。続いてトポロジーのフォンサコッシュです。これに組み合わせてロープとか、あとキーホルダーとかもつけています。これはほぼ手ぶらバッグとして紹介した、もう本当に肌身離さずつけているスマホサコッシュですね。僕が普段持ち歩く荷物をもう一気にここにまとめられればということで購入したんですが、結果的にファッションのアクセントとかにもなって満足しています。フロントのポケットや中のメッシュポケット、そして財布代わりになるお札カードポケットとか、あと裏側にスマホを入れるポケットがあります。すんごい収納力ですね。自分は最初スマホに限らず財布、鍵、カメラ、そしてイヤホンも含めてもうこれ失ったら終わりっていう貴重品オールスターズにしていたんですが、カメラとスマホを両方入れるっていうのはさすがに重すぎたようで、左肩だけ肩が凝っていきました。ということで、現在スマホはポケットに入れてカメラポーチみたいに使っています。フォンサコッシュとはって感じですね。ただ、財布や鍵を瞬時に取り出せますし、カメラがさっと取り出せるとシャッターチャンスも逃さないので最高です。で、このフォンサコッシュに限らずトポロジーの製品はかなりのカラーバリエーションが用意されています。服が黒ばっかりなので、アクセントになるようにということでオレンジとグレーの組み合わせにして、割と僕のアイコンっぽくなってるかなと思っております。本当に肌身離さず使っていますね。そして貴重品のほぼ全ても入っているので、もし僕に街中で遭遇したらまずはこのポーチを狙うのがおすすめです。続いてはブランクレのレザーワンデイパック、レザーのバッ
クパックですね。自分の定番になるバックパックを決めようと思って、本当にもう調べべまくって行き着いた、見つけたのがこのバッグになってます。やっぱりね、バックパック僕レザーがかっこいいと思っちゃってるんですよね。何よりもこのビジュアルに惹かれたのが一番です。高級感ある脂肪側とアクセントになる中央のジップ。全体的にアクセントがシルバーになっているのも、僕の今の雰囲気に合っていてとてもいいなと思っています。機能面では正直そこまで際立った特徴はなくて、ただ逆に言えばベーシックなので使いやすさはあります。裏地がベージュで視認性が高くなっていたり、PC 用のポケットがあったり、あとアクセントにもなっている外ポケットのアクセス性とか収納力が高かったり、言ってしまえばそのくらいですね。とはいえ、レザーのバッグにありがちなベルトが細くて食い込むとか、背面の通気性が皆無とか、そういうのは解消されているんですよ。それぞれメッシュ素材のクッションがあしらわれていて、体と接する部分には負担がないようになっています。もうこれで夏場も快適です。見た目一本とはいえ使いやすさは十分。それだけで成立するプレーンなバックパックになっています。もう最近だと週7日中6日はこのバッグで出かけてますね。もうこれと、先ほど紹介したサコッシュとヘッドホンみたいな感じです。正直、在庫とかはね、結構限られていそうなんですが、購入できそうであればかなりおすすめの製品です。2024年はナッシングというブランドにハマった年でもありました。ナッシングのアイテム一つ目は、ナッシングフォン 2A のスペシャルエディションです。一言で言うと、デザインも値段もめちゃくちゃ可愛いスマートフォンです。これまでもナッシングのスマホはずっと気になっていたんですが、去年発売の 2A からついにお財布携帯、つまりモバイルスイカとかが使えるようになったんですね。これで晴れて日本でもメインスマホとしての使用が現実的になりました。そんな 2A の別カラーとして登場したのがこのスペシャルエディションでした。ナッシングを語る上で重要なのはデザインとコスパです。まずデザインに関して、このフォン 2A は中央に大胆にカメラが配置されています。まさに目を意識して配置されたものになっています。また下半分のこの幾何学的な形、これは1960年代のニューヨークのマッシモ・ヴィネンリが描いた地下鉄路線図がモデルになっています。わかりにくいという批判があまりにも集まってわずか数年で使われなくなった、ある種デザインの敗北みたいなものがモチーフになったスマホです。世間に中指立ててる感じも最高ですね。そんなフォン 2A のスペシャルエディション、こちらのモデルは三原色がスマホの背面にちらほらとあしらわれているのが特徴です。シンプルに可愛いなとも思います。で、そんなデザイン性にもかかわらず、ナッシングはコスパにも優れているんです。2A に関してはなんと5.5万円。で、しかも安いだけではなくて実用的なスペックを全て持っています。強いて言うならカメラの性能とかですかね。写りのリアリティとか、あと動画の手ぶれとかは、さすがに iPhone とか普段使っていると値段差を感じます。なので、スマホカメラにはそんなにこだわっていないという方とかには特におすすめかなと思います。で、僕は本当にこのフォン 2A の全てを気に入っているんですが、多くの人にいらないと言われた機能が2つあります。1つはこのコンポーザー。これ着信音を自分で作って奏でられるんですね。DTM みたいで楽しいねって思ってたんですけど、なんかみんなあんまり刺さってないんですよね。で、2つ目がライトですね。いろいろナッシング側から機能面は謳われているんですが、とはいえ言ってしまえば光るだけ。言うほどの実用性はないですね。でもナッシングの個性ってまさにここなので、僕は誰に何を言われようと一生光らせ続けます。そしてナッシングのスマホを買ってもまんまとブランドにはまってしまった結果、購入してしまったのがこのナッシングイヤー A という、これもまたデザインも値段も可愛いワイヤレスイヤホンです。上が透明で下がカラー。自分はイエローを選びましたが、この原色に近いイエローが本当に可愛いんですよ。これを見せつけるためだけにわざわざカラビナ付きのクリアケースを買って先ほどのサコッシュにつけてます。いやーでも可愛い。値段は16,000円なんですが、定期的に Amazon セールで11,000円とか2,000円くらいまで下がっています。そのタイミングでの購入がおすすめですね。ただ安いだけではなくて、もう必要十分なノイズキャンセリングの性能と、2台同時接続のマルチポイントにも対応しつつ、この値段っていうところで、デザインを除いてもね、普通にコスパいいイヤホンだなと思います。ちなみに値段なりだなと思う部分も多少あって、それが音質と遅延性ですね。ここら辺のカテゴリーって値段積めば積むほど良くなっていくので、しょうがないところかなとも思います。自分の場合はヘッドホン持ってるのでね、性能の高さが必要な場面ではそのヘッドホンを使うかなという感じです。ナッシングフォンに変えるっていうのは結構
ね、抵抗ある人多いかもしれないんですが、イヤホンはね、みんなにおすすめできますね。僕も今 iPhone にこのナッシングのイヤホン使ってるので、ぜひぜひ気になった方はこのイヤホンからトライしてみてください。そしてガジェットは Apple 製品もいろいろ買っています。一つ目はまず iPad mini A17 Pro のモデルです。3年ぶりにリニューアルされた iPad mini の最新型になります。僕が会社の仕事を始め、書く作業が増えてきたことで、大学生ぶりに iPad の購入を検討していました。とはいえ、大学生の頃のように常にノートを取るというわけでもないので、画面の大きさよりは持ち運びのしやすさを重視したいなと思い、今回はミニモデルを選択しました。ちなみに、この最新型が発売される3ヶ月前に旧型を購入した僕は、愚かです。iPad の何よりの魅力は、書く、見るが両方行えるということ。頭の中を整理したり、図式化して何かに取り組みたいとき、紙の代わりになる上に、紙と違って劣化とかもなければ常に持ち運べるんですよね。で、どれだけ資料を持ってもかさばらないし、なくしにくい。デジタル化の恩恵を存分に受けられるのがこの iPad だと思っています。そして、見るという機能。動画はもちろん大画面の方がいろいろ楽しめますよね。僕はよく本とか雑誌を読むんですが、これらはスマホだとちょっと厳しいです。iPad mini くらいのサイズあった方がいいかなと思います。この iPad mini もうあらゆる外出で常に持ち歩いています。ちなみにセルラーモデルなので中に SIM を入れて単体で通信ができるようにしています。よく持ち歩く人とかはここら辺ケチらずにセルラーモデルを選ぶ方がストレスがないと思います。この iPad に合わせて Apple Pencil Pro も同時に購入したんですが、特段これである意味はありませんというか僕には使いこなせておりません。そして続いては iPhone 16 Pro。2024年の最新の iPhone ですね。僕ずっと iPhone 使ってきてたんですが、去年1年間は Android にね、ちょっと留学をしてみていました。そこで感じたのは、iPhone がいかにストレスなく設計されているかということです。正直最近は進化点も少ないですし、真新しさも特にないんですが、その凪のような穏やかさを僕はスマホに求めているんだろうなと改めて感じました。そして今年の iPhone、進化ポイントを挙げていくと、一つカメラのレンズなんですが、正直使っていて何か違いを感じるかと言われると、微妙。なんなら写真については僕 Google Pixel の方がちょっと良かった気もしますね。とはいえ動画の手ブレ補正の性能はさすがに優秀です。で、そんなカメラを起動するためについたのがこの側面のカメラボタンです。このボタンを押すとどんな画面からでもカメラが起動して、そして指をスライドさせることでズーム倍率を変えたり各種設定を変えたりできますが、このね、スライド、本当に使わないです。カメラボタン自体は結構便利で、どこでもワンプッシュで起動できるっていうのはありがたいんですが、とはいえ、スライド使わないんだったら、それこそアクションボタンとかにね、割り当ててもいいので、そんなにありがたみがなかったなというのが本音ですね。結局、新しい iPhone で一番嬉しかったのは、バッテリー性能の向上でした。モバイルバッテリーを使うシーンが全くなくなったんですよ。正直これだけでも買い替える価値は十分にあるなと思います。先ほど紹介した iPad も合わせて、やっぱりApple デバイスの連携性の高さっていうのは凄まじいですね。エコシステムには黙って取り込まれるのが吉。長いものには巻かれよというところです。そんな iPhone、一緒に購入したいものというとアクセサリーだと思うんですが、僕がいろいろと試した結果、今回選ばれたのはこの子でした。ノマドマグネティックレザーバッグ。前提なんですが、僕は裸族です。正確に言うと iPhone 裸族ですね。とはいえ保護はしたい。そこで導いた結論がこちらになります。このレザーバッグっていうのは本当に背面だけを保護するアイテムです。単に保護するだけではなくて、このレザーをまとわせることで iPhone が新しい質感になるのが魅力だと思います。プロシリーズ、側面がチタンになってるんですが、その鈍い光沢感を見せつつ、レザーとの相性っていうのがね、また渋くてかっこいいんですよね。このレザーバッグはマグセーフの磁力で背面にくっついて固定してくれるんですが、とはいえ本当にこれだけだと、さっき言ったスタンド機能みたいなのがないということで、ちょっと機能面で劣るんですよね。ということで僕が目をつけたのは、このマグセーフリングそのものがスタンドになるというアイテムです。展開して縦にも横にもすることができますね。カラーバリエーションいろいろあって、最初僕ブラックを使っていたんですが、今はシルバーオレンジのこのモデルを使ってます。どちらも雰囲気が変わっていていいですね。一回この組み合わせにすると本当にケースをつけた iPhone が太く厚く感じるようになるんですよ。やっぱりね、裸って正義です。みんな裸になりましょう。とはいえ難点は何個かあって、
レザーなのでどうしてもその上に磁力で何かをつけると跡とか皮の日焼けの差とかが生まれてきます。またこのリングつけたままでマグセーフの充電器で充電することはできないので、自宅ではリングを外して充電しなければなりません。これもちょっと面倒ですね。とはいえ技術的な限界かもしれないなとは思うので、このくらいならよしとしようと思います。そして続いては MacBook Air です。4年ぶりに買い替えた仕様パソコンになります。これもね、本当に大学生から M1 チップのモデルを長きにわたり使用してきたんですよ。結構バッテリーとかもボロボロだったので、2024年の M3 モデルの発表と同時に買い替えました。これによってね、バッテリー持ちはもうさすがに改善されました。本体が熱くなる機会も大幅に減ったと思います。あとシンプルにもろもろボディが新しくなったことで、画面サイズがちょっとね、上にノッチ分広がったりとか、でもそんぐらいですかね。正直明確に変わった部分がそこまで大きいかと言われるとそうでもない。もちろん処理性能も上がったとは思うけど、思えるくらい。最近 iPhone 以上に買い替えの感動を失ってるのがこの MacBook かもしれないですね。ということで最近また新しいものを触っております。こちらはComing Soonということで。そして Apple 製品最後はこの Apple Watch Ultra 2です。正直あんまり感動しなかった MacBook Air に対して自分のライフスタイルを明確にそして大きく変えてくれたのがこの Apple Watch Ultra です。はっきり言って今年のベストバイはこれになります。この Apple Watch 本当に肌身離さずつけています。お世辞なく1日のうちの 23.5 時間はつけてると思います。日常のファッション用のウォッチとしてもそうですし、ジムで走ったりする時のアクティビティの記録にも、睡眠のスコア計測にも、自分の体とか行動の様子をモニタリングしながらスコアを上げたり達成したりする習慣がついて、運動睡眠の質とか量がもう劇的に改善するようになったんです。ウルトラの性能、本当にいろんなところがウルトラなんですが、特に僕が恩恵を受けてるのはやっぱりバッテリー持ちですね。充電しなくてももう2、3日くらい持っちゃうのは大きな魅力です。そして今年登場した新しいバンド、それがチタニウムミラネーゼループです。見た目はもちろん美しくてチタンのボディにマッチしているので、ファッションウォッチとしても Apple Watch Ultra がかなり魅力的に映ります。そしてもう一つがその性能なんですが、ダイビングをはじめとした海のアクティビティにも使えるバンドなんですね。つまり汗とかにも余裕で耐えられるんですよと書いてはいないんですが、解釈しています。なのでこれつけたまま走ったりもしていて、もうあらゆるシーンで使えるのがいいポイントです。そしてこれによって運動と睡眠がちゃんと計測されるようになって、見えるということは、改善に努めるようになって、生活の充実度もすごく上がったということなんですね。結果的にですね、今なんと週5でジム行ってるし、1日ちゃんと7時間以上寝るようになったし、その結果 YouTube やる時間がなくて更新頻度が爆下がりしてるんですが、全て Apple Watch のおかげです。難点を挙げるとするなら、やっぱ重いかもしれないですね。この大きさの時計にこのベルトをつけて運動すると、さすがに最初は大変かもしれません。長きにわたりお届けしてきたベストバイ、最後はインテリア編です。一つ目はこちら、田島ルーフィングの、マティル W サイズフラットというモルタル柄のフロアタイルになります。これ実は店舗などで使われる業務用になっていて、実際僕が購入したのもそういう建材用のサイトになっています。運搬とかもトラックのおじちゃんが来て、これ家で使うのってビビられました。去年の夏くらいですね、引っ越しをしたんですが、今回の家は床を明るいモルタル調にしようと考えていて、家中の床ほぼ全域に置いていきました。やっぱりね、部屋の印象を好みに変えられるというのは大きいですね。明るいグレーで、かつ白壁なので部屋全体が明るく広い印象になりました。設置は結構簡単で、基本はもう本当に置いていくだけで、それぞれを養生テープで留めていくという作業になります。なので、床本体とは接着せず、あくまでタイル同士がくっついているという状態ですね。で、この縁の部分は当たり前なんですが、家のサイズ、形に合わせてカットしていくことになります。とはいえ、家にあるカッターナイフとかで切れるので、そこまでね、面倒ではないかもなとも思います。怪我には要注意です。この設置は引っ越してすぐ、もう家具を搬入する前に1日かけてやるのがおすすめです。そしてそんな床を作った後に導入したのが、このイデーのコンベントチェアという椅子ですね。部屋に馴染むような、温かみのあるような素材を使いつつも、メリハリがつくような椅子にしたいなということ
ことで、結果的に迎え入れたのがこちらになります。黒とベージュのコントラストが目立ちつつ、全てウッドとかラタンなどの自然素材なので、部屋に置いておいて温かみもあるんですね。一方で座面の裏はポリエステルメッシュになっています。なので見えない部分でしっかり耐久性を上げてくれています。最初の目論見通り、アートピース的に部屋に置いておいたらちゃんと主役にもなれるけど、でも何も気にせずダイニングチェアとしても使える程よいサイズ感存在感の一脚です。複数揃えても楽しそうですね。動画公開時点では売り切れ中。3月上旬に入荷予定とのことで、しばし待たれよ。そして続いては、BYOKAの畳トレイという畳素材を使ったトレイですね。このBYOKA、メインはアクセサリーブランドということもあってか、素材使いにこういった一癖も二癖もあるのが本当に憎いね、三菱ですね。ブラック一色なので、緑のザ畳というわけではなくて、さりげなさが結構素敵ですし、また和室にも洋室にも合うような雰囲気になっています。お茶やお菓子のトレイとして使ってもいいし、アクセサリーや香水を置いてもいいし、何かしらのディスプレイのために使ってもいいですね。自分は白いデスクの上でこんな感じで陶器などを置いたりして使っています。ちなみにこれも在庫切れではあるんですが、2、3ヶ月に1回くらいは入荷してるイメージなので、こちらもしばし待たれよ。3つ目はこちら。カーテンレールに装着して使う遮光のためのバーチカルブラインドになります。窓の塞ぎ方ってだいたい5択くらいあると思うんですが、部屋を最もスッキリ見せられるのはこのバーチカルブラインドだと思っています。何よりもここで注文するとセミオーダーできるっていうのがありがたいですね。ミリ単位で幅と高さを計測してオーダーすることで、だいたい2、3週間くらいで届けてくれます。どうしても隙間は生まれるので、カーテンと異なり完全遮光というのは難しいんですが、昇光のしやすさもグー。太陽の向きに合わせてコロコロ角度を変えています。今回つけたのは部屋の中でも、どちらかというとサブ的な窓ですね。これ見てわかる通り隙間だらけなので外気はとてもよく通します。窓際にベッドを置いてる寝室とかには本当に不向きですね。で、かつでかくて重い割にセミオーダーなので、次引っ越す時には多分使えないんですよ。捨てなきゃいけないのも面倒、本当に損失が大きすぎる。で、そんなブラインドの前に置いてるのがこのデスクですね。プレダクツのスタジオというデスクになっています。モジュール式で様々にカスタマイズできるワークデスク、PC デスクを展開しているブランドになります。もう本当にいろんなモジュールがあるんですが、そこから自分に必要なものを選択して付けていけるというような形になっています。このモジュールも一つ一つ高品質で、なんならこれだけでも買って使ってみてほしいなと思っているくらいです。今回僕の天板は160センチ。今まで基本的に120センチを使っていたので、もうまだ慣れないくらいに広々ですね。選んだスタジオという天板に関しては、ホワイトの面に縁が木目で覆われているという感じ。特に家の家具のような雰囲気が強い、モデルになっています。北欧的な雰囲気もあって、部屋も広く明るくなりますね。そしてスタンディングデスク、下の足はフレキシスポットさんから提供いただいた E7 Pro というモデルです。在宅ワークも多いということで、ここでの作業時間は結構長いです。社用と私用2つのパソコンを使い分けつつ、動画撮影とか編集とか、ウェブデザイン、コーディング、企画立案、ミーティング、本当に何でもかんでもこのデスクでやっているという感じです。スタンディングデスクでよく、僕スタンディングしないですねって言ってる人がいます。僕は結構ね、もう30分ごとに立ったり座ったりしてるんですよ。スタンディングデスクを持っている人はちゃんと使ってあげてください。ちなみに注意として E7 Pro の足用のスタジオの天板は販売されていないので、ここの点だけ注意いただければと思います。そして最後に紹介するのがこのソファーになります。仮木ニュースタンダードのエレファントソファー2シーターのモデルを選びました。幾何学的な形が特徴のモダンなシルエットになっています。このソファー数年前に見つけた時にいつか買いたいなーなんて思ったりしていたんですが、引っ越しにあたって新しいソファーを迎え入れようといろいろと探している中でも、やっぱりもう他のものが全然刺さらなくなっていて、迷った末にこちらを購入してしまいました。そもそもこの仮木ニュースタンダードというブランドは仮木の技術で先進的なアイデアを具現化しようと始まったプロジェクトでもあります。アイテムもモダンなシルエットで、現代的なお部屋にかなり馴染みやすいです。ソファー自体も硬すぎず柔らかすぎない座面で、もう本当にマルチに使えますね。寝てしまうこともできるし、さっと腰掛けるくらいのリビングソファーとしてもちょうどいいです。ちなみにフレームは2色。で、ファブリックはかなりのカラーバリエーションで
カスタマイズをすることができます。今回は割とおとなしめのカラーを選びましたが、他にも色々選べる上、サイズ違いとか、あとシェーズロングなんかも発売されて、多様なモデルで展開されているのもかなりいいところですね。モジュール感があります。なんだか、いつかの憧れを手にしてしまったという時の買っちゃった感は半端ないですね。買ってから届いて、本当に使っていて最高だなと思います。Apple Watch とはまた違う意味で今年のベストバイかなと思っています。さて、改めて、30個のアイテムをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、そして何よりコメントお待ちしております。最後まで見ていただきありがとうございました。では、